読書は推し活。累計発行部数は1200万部を超える大ヒット作となっています。元に戻ったラックは浦島太郎状態でした。私は銀玉の銀さんが大好きなので、こういう普段ダラダラしてるけど、やるときはやる人に目がありません。おすすめポイントは3点。1つ目は紋章システムの面白さです。フリーアトリエ星へようこそ、セイです。今回ご紹介するのは、異世界少年漫画4000第2弾。これまでにも多数の異世界漫画を紹介しているため、よろしければ合わせてご覧ください。それでは、あらすじやおすすめポイントとともに紹介していきます。1作目はシャングリラフロンティアクソデーハンター神ゲーニードマンドス。漫画家は藤竜介先生、原作者はカタリナ先生です。出版社は講談社で2025年5月時点で22巻まで刊行されています。2020年に週刊少年マガジンで連載がスタートし、現在も連載中の大人気作品です。アニメ化も果たし、現在は第3期の制作が決定しています。また第47回講談社漫画賞少年部門を受賞しており、累計発行部数は1200万部を超える大ヒット作となっています。あらすじです。本作はクソゲーをこよなく愛する高校生イズトメアクロウと彼が挑む神ゲーシャングリラフロンティアの物語です。物語の舞台は現代より少し先の未来。ディスプレイを使用するゲームがレトロゲームに分類されるようになった時代で、フルダイブ型 VR ゲームが主流となっています。ただまだまだ技術が追いついていないところがあり、いわゆるクソゲーと呼ばれるゲームも多く発売されている世界が舞台です。主人公のヒズトメラクロウはプレイヤーネームサンナクとして知られる高校生。彼はクソゲーハンターを自称し、様々なクソゲーを遊び、クリアすることに情熱を注いでいます。そんな彼が知人に勧められ、シャングリラフロンティアという神ゲーをプレイし始めるところから物語は始まります。総プレイヤー数3000万人を誇る超人気ゲーム、シャングリラフロンティアの中で、サンナクはクソゲーで培った技術力と知識を駆使して、一般プレイヤーとは違う道を進んでいきます。クソゲーハンターがプレイする神ゲーでの冒険、それはゲームの常識を覆す新たな伝説の始まりだったのです。おすすめポイントは4点。1つ目はゲームの世界観と描写がリアルなところです。本作はゲームの中の話でありながら、まるで現実のオンラインゲームの世界を垣間見ているような感覚になります。作中ではプレイヤー同士の交流やクランと呼ばれる集団の形成、攻略情報の共有など、実際のオンラインゲームで見られる光景が丁寧に描かれています。また、主人公のサンナクがクソゲーから学んだ知識や技術を神ゲーで活かすという設定も秀逸で、プレイヤー目線でのゲームの攻略過程が見事に表現されています。2つ目のおすすめポイントは魅力的なキャラクターたちです。まず主人公のサンナクはクソでしかプレイしなかった得意なプレイ経歴を持ちながら、そこで培った知識と技術で神ゲーを攻略していく型破りなキャラクター。ゲーム内でのアバターは初期装備を売却して資金にするため、ほとんど裸の姿で冒険するという一風変わった見た目が特徴的です。その後もリュカオンの呪いにより装備が制限されるという設定も面白いポイントです。サンナクの相棒となる NPC、ノンプレイヤーキャラクターのエムルは、ウサギの姿をした魔術師で、サンナクをサポートする心強い存在。NPC でありながら高いコミュニケーション能力を持ち、プレイヤーのような自然な会話ができる点が魅力です。他にも、全身を鎧で武装したイカメシやアバターにもかかわらず、中身は主人公に現実世界で恋をしている女の子がいたり、サンナクのクソデー仲間たちがいたり、個性豊かなキャラクターが物語を彩ります。3つ目のおすすめポイントはクソゲーと神ゲーの対比です。物語の前提として、サンナクはそれまでクソゲーしかプレイしてきませんでした。バグだらけ、理不尽な難易度、操作性の悪さなど、一般のゲーマーなら敬遠するようなゲームを楽しむ得意な趣味の持ち主。それがシャングリラフロンティアという完成度の高い神ゲーに触れることで、ゲームの楽しさを再発見していくという過程が描かれています。クソゲーでの経験が思わぬ形で神ゲーでも役立つという展開は、どんな経験も無駄にはならないというメッセージにもつながっていて、読者の心を打ちます。最後4つ目のおすすめポイントは、現実世界とゲーム内を行き来する構成です。本作の特徴として、ゲーム内だけでなく、現実世界での生活も描かれている点が挙げられます。現実世界では高校生のサンナク、学校生活や家族との関わりなど、リアルな日常も垣間見ることができます。また、他のゲームをプレイする場面もあり、シャングリラフロンティアだけにとどまらない、ゲーマーとしての幅広い活動も魅力の一つです。ゲーム内と現実を行き来する構成により、キャラクターに立体感が生まれ、物語に厚みが増しています。現実かゲームかという二項対立ではなく、両方の世界がリアルであるという描写は、現代のゲーム文化をよく表していると感じます。クソゲーハンターが神ゲーに挑む異色のゲーム冒険譚、それはゲームという枠組みを超えた人間ドラマでもあります。ゲームが好きな人はもちろん、ゲームをあまりプレイしない人にも楽しめる作品になっているので、ぜひ一度手に取ってみてください。2作目はここは俺に任せて先に行けと言ってから10年が経ったら伝説になっていた。漫画家は安倍の茶子先生、原作者はエゾギンギツネ先生、キャラクター伝案はイーチャ先生、ネーム構成は天王寺キツネ先生です。出版社はスクエアエニックスで2025年5月時点で17巻まで刊行されています。原作は小説家になおはずですが、異世界転生、召喚、タイムリープものではありません。
あらすじです。本作の主人公は勇者パーティーに所属する魔導士ラック。彼は仲間と共に次元から侵攻してきた魔人王と戦い、追い返すことに成功します。しかし残党が襲ってきて絶体絶命のピンチに、魔人王が復活した時、勇者のエリックが死んでいてはいけない。そう考えたラックは、ここは俺に任せて先に行け、と叫び、一人、機嫌の狭間に残ります。無我夢中で戦い続けたラックは、ついに魔人王も倒し、王都へ帰還。しかし、王都に戻ったラックは、浦島太郎状態でした。なんと外では10年の月日が経っていたのです。死んだと思われていたラックには、太古、小国の王、の地位が与えられていました。貴族同士の権力闘争に巻き込まれたくないラックは、自分が帰還したことを公表せず、F ランクの冒険者として再出発することを決めます。F ランクの任務中、彼は獣人少女や吸血鬼王と出会い、魔人王以上の脅威、暗き者どもの神の存在を知ることになります。10年かけて平和を守ったアックが、再び世界の危機に立ち向かう物語です。おすすめポイントは3点。1つ目は主人公ラックの人間性です。ラックは私が昔から読んでいた少年漫画の主人公らしくて、それがとても好きな理由です。彼は仲間を守るために自己犠牲を選んだ熱い男です。10年間も戦い続けるという精神力、そして帰還後も目立つことを避け、静かに生きようとする謙虚さを併せ持っています。また、生命定位、トレインタッチという技の使いすぎで若返ってしまったため、本当は40歳のおじさんなのに少年の見た目というギャップも面白いポイントです。最強の力を持ちながらもフランク冒険者として地道に活動する様子は、読んでいて爽快感があります。2つ目のおすすめポイントは、10年後という設定がもたらすドラマです。ラックにとっては数日程度の間隔でも世界は10年も進んでいます。そのズレから生まれる出来事の数々が興味深いんですよね。自分が知らない間に、伝説の英雄として崇められている驚き、かつての仲間たちが立派に成長している姿を見る喜び、そして社会的地位や人間関係の変化など、読者も主人公と一緒に様々な発見や感情を味わうことができます。また、10年の間に世界情勢も変わっていて、新たな脅威が生まれているという展開も物語にリアリティを与えています。最後、3つ目のおすすめポイントは、充実したキャラクターたちと世界観です。本作には、獣人族、竜族、吸血鬼など多彩な種族が登場します。それぞれの種族ごとの文化や特性が丁寧に描かれていて、ファンタジー世界の奥行きを感じられるよね。また、ラックを取り巻く個性豊かなキャラクターたちも魅力的です。かつての仲間である勇者エリックと戦士ゴラン、新たに出会う獣人少女シアや、勇王女ケーテなど、彼らとラックが織りなす人間ドラマも本作の大きな見どころです。さらに、暗き者どもの神という新たな脅威の存在が明らかになっていくことで、物語の壮大さも増していきます。ラックは10年かけて平和を守ったのに、また戦いに巻き込まれることになります。彼と仲間たちが世界の危機にどう立ち向かっていくのか、その姿に引き込まれます。無双者としての爽快感とキャラクター同士の絆や成長を丁寧に描いた人間ドラマが見事に融合した作品です。皆さんもぜひ、最強魔導士ラックの冒険の軌跡を追ってみてください。3作目は、そうだ、売国仕様。天才王子の赤字国家再生術。漫画家はゲムダ先生。原作者はトバトール先生。キャラクター伝案は春丸先生。ネーム構成は栗本健太郎先生です。出版社はスクエアエニックスで、2025年5月時点で15巻まで刊行されています。原作は GA 文庫発で、2022年にはアニメ化もされました。あらすじです。主人公である王子ウェインの国、ナトラ王国は大陸の北に位置する小国で、資源も人材も兵力もない八方塞がりの弱小国家です。病に倒れた父王に代わり、16歳の若さで国政を担うことになったウェイ。彼の願いは国を売り払って悠々自適な隠居生活を送ること。しかし、自身の天才的な能力のせいで、なぜか国はどんどん強くなっていき、というお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は主人公ウェインの二面性です。表向きはメイ君として振る舞うウェインですが、その実態はめちゃくちゃな化者。早く国売ってとんずらしたいという不埒な願望を持つ彼ですが、その優秀さゆえに思い通りにならない展開が面白いです。留学していた帝国の学校でも首席になるほどの頭脳の持ち主で、だからこそ彼が国を売るためと称して行うことが全て逆効果になって国力アップにつながっていく皮肉が描かれています。また、普段はだらしない彼ですが、大切な人が傷つけられると本気で起こる一面も、特に一等補佐官のニニムがフラム人という差別されがちな人種であることから、彼女が侮辱されると、普段の怠け者ぶりが嘘のように激怒するギャップが魅力的です。私は銀玉の銀さんが大好きなので、こういう普段ダラダラしてるけど、やるときはやる人に目がありません。2つ目のおすすめポイントは、キャラクター同士の関係性です。特にウェインと筆頭補佐官ニニムの関係が見どころ。ニニムは白い髪と赤い瞳を持つフラム人の美少女で、税務から戦闘まで幅広くウェインをサポートします。2人は幼馴染で、ニニムはウェインの本性と国の窮状を知る数少ない人物の一人。彼女は時に厳しく、時に優しくウェインを支え、彼の暴走を食い止める存在でもあります。そして、ウェインの妹フラーニャがニニムを姉のように慕っていたり、帝国留学時代の友人のエルミナがウェインを手玉に取ろうとしたりと、キャラクター同士の絡みが本当に面白いです。最後、
3つ目のおすすめポイントは政治、外交、戦争の駆け引きです。本作は単なるコメディではなく、国と国との外交や戦略、政治的な駆け引きが非常に緻密に描かれています。ウェインが国を売るためと称して繰り出す策略や、それを見破ろうとする周辺国との駆け引き、知略と規定を駆使した展開は、まるで将棋や囲碁のような頭脳戦を見ているようで面白いです。弱小国だからこそ力ではなく知恵と起点で難局を乗り切っていく姿が痛快ですね。4作目は失格門の最強賢者、世界最強の賢者がさらに強くなるために転生しました。漫画家はフレンドリーランドという漫画家グループの監修先生と将校先生、原作者は新興諸島先生、キャラクターデアンは風花風花先生です。出版社はスクエアエニックスで2025年5月時点で30巻まで刊行されています。小説家になろう初の人気作品で2022年1月にはアニメ化も果たしました。あらすじです。本作は転生して最強になる系の異世界ファンタジー作品です。手に浮かび上がる4種類の紋章によってどのような魔法を得意とするかが生まれながらに決まる世界。主人公マティアスは前世で魔法を極めた賢者ガイアスでしたが、生産系に特化した第一問だったため、これ以上の成長が見込めないと考え、転生魔法を作り出し、転生をしました。自分で転生魔法を作っちゃあたりすでに最強すぎるんですが、彼の目的は宇宙に住まうと言われている最強の魔物と戦うことであるため、まだ力が足りないと考えたんですね。転生した結果、マティアスは最も望んでいた接近戦に特化した第4問を手に入れます。しかし生まれ変わった世界は魔法も剣術も衰退してしまった世界でした。さらに驚くことに、彼が手に入れた第4問は、この時代では失格門と呼ばれ、蔑まれる対象になっていたのです。おすすめポイントは3点。1つ目は紋章システムの面白さです。この世界では手の甲にあわゆる紋章によってその人の魔法の適性が決まります。紋章は全部で4種類あります。第4問は魔法の使い手としては失格だと考えられています。しかし実はこれこそが魔法戦闘に最も適した紋章だったのです。マティアスは前世の知識を生かしてこの紋章の真の力を引き出していきます。紋章によって決まる適性や社会的地位、そしてその常識をマティアスがひっくり返していく展開が面白いです。2つ目のおすすめポイントは、キャラクターの魅力です。主人公のマティアスは前世の記憶を持ちながらも、子供の体で戦う制約があります。強すぎず、弱すぎず、絶妙なバランスで物語が進んでいきます。仲間の一人、ルリーは控えめで礼儀正しい性格ながら、マティアスへのスキンシップは積極的な可愛いヒロインです。美容魔術を得意としており、パーティーの補助を担当しています。仲間の一人、アルモは僕っ子で勘が鋭く、誰に対しても物おじしない性格が魅力です。弓の使い手として遠距離からの攻撃を担当しています。そして私が一番好きなキャラが暗黒竜の少女イリスです。神話級超天才級ドラゴンでありながら少女の姿で行動するギャップもイケア。マティアス以上に常識がなくマイペースな性格が好きです。イリスはマティアスの前世からの知り合いなんですよね。彼らの前世の旅を描いた殲滅魔導の最強賢者、無才の賢者、魔導を極め最強へ至るという作品も面白いのでぜひ読んでみてください。最後3つ目のおすすめポイントは世界観の謎の深さです。ただの転生ものではなく、主人公が転生した世界が退化した未来であるという設定や、魔族の正体、宇宙に住む魔物との関係など、徐々に明かされていく世界の秘密が読者を引き込みます。魔法の常識を覆す力の存在や、宇宙の魔物の死骸のかけらが持つ特殊な力など、ファンタジー世界の設定が非常に濃密です。マティアスが魔法の常識を覆していくだけでなく、世界の歴史や真実が徐々に明かされていく展開に、続きが気になって仕方なくなります。紋章というシステムの面白さ、イリスをはじめとする個性豊かなキャラクターたち、そして宇宙規模の敵との壮大な戦いが描かれる本作は、異世界ファンタジーが好きな方にはぜひおすすめしたい一作です。以上、異世界少年漫画4選第2弾でした。気になった作品はありましたか？皆さんのおすすめ漫画もぜひ教えてください。概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があれば読んでみてくださいね。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。